宿題が多すぎる。也吧。你最喜欢的成语是什么？见仁見智。哦，是什么意思呢？日本語と中国語を喋れる友達に、って言われる。日本語と中国語どっちが得意ですか？日本語。なんで？母の影響を受けて。爱子 in 台湾。Hello， 大家好，我是愛子。今天有2位来賓。わあ、久しぶりですね。今日は娘たちに来てもらいました。久しぶりですね。一緒に撮るのはお姉ちゃんのナミと妹のミオです。今日はなんで娘たちと一緒に撮るかというと、今日の動画のタイトルは、日体ハーフにいろいろ質問してみた。イエーイ、拍手はい、ということで2人に質問するから答えてね。はい。 1つ目、日体ハーフの子たち、家では日本語ですか？中国語ですか？どっちとも日本語の方が多い。80% ぐらい日本語だよね。どういう時日本語？マミーとお姉ちゃんね。パパとは家では中国語です。学校では？学校では台湾にいるんだから中国語だ。中国語。ナミに時々会うときは日本語。ああ、なるほどね。学校は台湾の現地の小学校と中学校に行ってるから、学校の友達はみんな台湾人。そう。だから学校では中国語だけど、学校で2人が会ったら2人は日本語で喋るんだ。そうだね。日本語と中国語どっちが得意ですか？日本語。なんで？母の影響を受けて。母って私ですか？どっちとも得意じゃない。どっちとも中途半端になっちゃったよ。そう。日本語と中国語めっちゃ混ざるよね。中文で全部今から喋ろうって言ったら喋れる。你喜欢吃什么？铁板烧、水莲。你最喜欢的成语是什么？见仁見智。哦，是什么意思呢？你会说明吗？你最喜欢日本的哪里？大阪。あと東京。台湾に住んでいて、台湾の学校に通ってるのに、なんで日本語が喋れるんですか？母に影響されました。アンパンマンも見てたし。ちっちゃい時から日本のアニメ見て育ったし、ママが子供たちと喋る時は日本語で喋ってたからね。パパと喋る時は中文オンリー。好きな日本のアニメとかドラマとかありますか？デスノート、ワンピースとか。ナルト。最近見たさ、ドラマあるやん。信太をプロデュース。そう。ネットフリックスで昔の日本のドラマとか見てますね。あと極戦とか女王の教室とか、デスノートの実写版も見たし、日本語を勉強してる台湾人におすすめのアニメとかある？デスノート。デスノートなんだ。なんかデスノート見たらどんな日本語を覚えられる？計画通り。計画通り。さばき。さばきって何？確認消すって感じ。日本語勉強してる方ぜひデスノートのアニメ見てください。実写版も面白いよね。ドラマが面白い。ドラマの方が面白い。みさみさ可愛いしね。パスポートはどっち？どっちも。日本と台湾どっちのパスポートもあります。台湾と日本の学校の違いについて。まあ2人は日本の学校行ったことないからわかんないけど、ドラマとかアニメで見てるやん。で、なんか違うって思ったことある？日本の遠足の弁当がやばい。学校でうちらしかないよ。学校で遠足があるとき、みんなさ、お弁当を持ってきてないよね。ない。何持ってきてる？おにぎりとか、コンビニのおにぎりとかパンとか。びっくりしたのがさ、幼稚園の時遠足行ってさ、ママさ、弁当を作って持たせてやん。帰ってきた時ミオがさ、友達みんなマックのポテト食べてたとか言った。弁当を持ってきてたの、一人だけだったみたいにして、みんなが集まってきたって言ってたやん。そうだね。で、しかもママ結構手抜き弁当だったの。キャラ弁とかじゃなくて、ご飯に、鮭に、ブロッコリーに、ハンバーグみたいな。そんなめっちゃ可愛い日本のママみたいな、キティちゃんのキャラ弁とかじゃなかったんだけど、みんな何食べてたのって言ったら、ポテト、ナゲット、コンビニのおにぎりとか言ってて、びっくりした。覚えてます。あとさ、運動会びっくりしたママ。日本の小学校とか中学校の運動会、みんなめっちゃ真剣に、ダンスとかもさ、もう全員揃ってないと、何回も何回も全員が揃うまでやらされたんだけど、二人のさ、見に行ってびっくりしたんやけどさ、個々でそれぞれダンス踊って、全然合わせようとしてない。自由だなと思って、そこが日本と台湾全然違うなと思ってびっくりしました。あとびっくりしたのは、小学校1年生の時から宿題が多すぎる。やばい。漢字の国だから、小学校1年生で習う漢字が半端なくむずい。お疲れ。日本と台湾の友達いるやん。違うとことかある？日本人の方が礼儀正しい。家入る時とか、お邪魔します。こんにちは。確かに。台湾の子って家入る時そういう挨拶ないか。あんまないと思う。子供が、バイスタラワラとか言ったら変だもんね。めっちゃ変。他に違うとことかある？服装とかみんなあんまメイクしてない。日本なんかめっちゃおしゃれって感じです。確かに日本の中学生とかも髪の毛とかもちゃんとセットしたりさ、そうだよねしてるね。日本と台湾住むならどっち？今台湾住んでるから、日本試してみたい。日本に住んでみたいんだ。日本のもの安いしね。逆にだから日本に住んでる日体ハーフの子は台湾に留学したり台湾に来て働いたりしてるもんね。台湾のここが好きってとこありますか？日本のものが
が何でもある。そう何でもあるね。例えばサイゼリア、寿司。おーくら寿司。スシロ外国に住んでいるにもかかわらず日本のもの大体何でも食べれるもんね。うん。イオン来て。イオンがないかな。イオン、カモン、カモン。うちらの大好きな一番くじとかもあるじゃん。日本のアニメのお店があるじゃん。よく行ってるのがさ、台北駅の地下街。ほぼ日本の文化みたいな。だから日本に帰らなくても日本を味わえるってとこがいいよね。はい。なんと、スマホのアプリでも一番くじが遊べるという。じゃんじゃん。このアプリすごくて、潮流进潮。ここで一番くじやってなんと家まで届けてくれるらしいよ、当たったら。マジで今流行りのおもちゃとか一番くじとかアニメフィギュアなんと金まであるらしい。ゴールド金わかる？金で今日試すのはこの無限賞ってやつ。一番いいなと思ったのが保証システムっていうのがあって、それぞれのガチャであと何回引けば超神賞が確定かが表示される。当選確率も確認できるから安心して楽しめます。どれやりたい？当たりそうなやつ狙ってこうよ。分かった。 iPad とかなんか当たりにくそうじゃない？あと250回やったら必ず神賞当たるらしい。スイッチお願いします。お願いします。いけ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 。当たった。本当に当たったんだけどやば。本当に当たったの。結構当たった。これ当たったらこの3個ってとこに入ってて、ポケモンカード1個当たった。すごい。外れたってことかこれ。ほら。もう一回やろうもう一回やろうもう一回やろう。いや当たった、さっき当たったと思ったのに。またやん。再送率。再送率。これ外れこう。当たりそうなやつ狙ってこうぜ。キャラクターグッズとか。なるこれやな。かわいい。どう言ってみる？やってみよう。いいね。ねえ。もう一回やらせていいか。これポケカが当たったってこと？外れしようだよ。なんか当たってほしいよね。何ポケカあるの？めっちゃポケカ当たってんだけど。これは外れってこと？うん。当たった。当たっえ、なんか当たった？え、来た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 。初めて来た。た。めっちゃいいやん傘。 1000個当たったんだけど357件だ最よ。高やん。当たりましたー。ゴンシー。あのブルーノ。いけ。無理や。ポケカのゴーゴー。モンチッチ？モンチッチ？もちちゃったった。かわいい。高っ。商品価格1715件。こんな簡単に当でたる。当たったやつがこの商品コーナーに。もう一回やろうもう一回やろう。欲しいこれ可愛い。もう一回やろうもう一回やろう。また当たった。当たった。やこんな簡単に当てれるの？モンチッチ？2160件。そしてミッキー欲しい。なんでミッキーしたの？でかい。当たった。スティッチ。1275件。スティッチ当たりました。おめでとうございます。欲しい景品が当たったら発送っていうところを押して住所を入力したら自宅まで届けてもらえるんだって。もし欲しい景品じゃなかった場合は回収してポイントに交換することもできるから、そのポイントでまた好きな景品に挑戦できる。マーケット機能っていうのもあって、いらない景品を他のユーザーに販売することができる。私たちが今当たった商品を見ます。じゃじゃん。おー、めっちゃ当たってない？この中から皆さんにプレゼントをします。コメント欄にコメントしてください。1名の方にプレゼントします。另外还有一个福利坊活动，里面有我今天抽中的一些产品，大家用密码就可以免费参加。找到爱子在台湾专属福利坊，输入密码就可以直接参加抽奖了。概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひダウンロードしてください。さっきの続きで質問していこうと思います。日本と台湾のハーフで良かったと思うところありますか？日本語と中国語を喋れる。めっちゃ天才。 2つの国の言葉喋れて、友達にって言われる。なんか質問されたりする？日本と台湾どっちで生まれた？その質問してなかった。どっちで生まれましたか？台湾。お姉ちゃんは日本で、妹は台湾で産みました。日台ハーフで逆に困ったことってある？授業とかで台湾のものとか知らないときえ、ある？そんなことめっちゃある。なんか友達みんな知ってるのに自分だけ知らない。どういうこと？流行りとか。ちょっと日本語の流行りしかわかんない。あ、そうなんだ。うん日本のネット界隈だよね。うん、そう。日本のやめるって。ネットスラングとかめっちゃ今流行ってることとかめっちゃ知ってるけど、逆に台湾のは知らんのや。で台湾今何が流行ってる？わかんわなかんないんだ。日本の YouTuber とか見てるよね。ゲーム実況とか。い。娘たちも一応ずっと台湾に住んでて、台湾の学校に通ってるけど結構日本語ペラペラなんで、おすすめな方法がやっぱり YouTube を見るとか、うん好きなアニメを見るとか、日本のドラマとかね、映画を見たりとか、字幕がついてるからめっちゃ勉強になるじゃん。で、あと推しを見つけるってのいいね。日本の推し見つけて、ミオとかさ、日本の推しを見つけてからもうそのアやばいーティストの歌詞全部覚えたりとかさ、歌詞を覚えたことによって日本語力
力めっちゃ上がったもんね。ミルクっていうアイドルにハマってるよね。ミセスグリーンアップル。あ、そう、ミセスグリーンアップルっていうロックバンドもめっちゃいい歌詞だよ。台湾で好きな歌手とかいる？ママゾウジエルンが好きだけど、台湾って最近の若者のアーティストいるの？その辺ちょっとわからない。おすすめの歌手とかいたら教えてください。今日楽しかったですね。那谢谢今天收看我的影片，如果喜欢的话，帮我们按赞、订阅，然后开启小铃铛。那下个影片见，拜拜。バイバイ。